皆さん、こんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは、中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast から設定で出すことができます。毎週木曜日夜7時更新です。ぜひチャンネル登録して聞いてみてください。はい、改めまして皆さんこんにちは。これを書いているのは4月19日土曜日です。で、今、外にいます。目の前にはグラウンドがあって、後ろには大きい川が流れています。今日は息子のサッカーの試合があって、車で送ってきたんですが、集合時間は試合の始まる結構前なんです。今日は集合時間が朝の8時で、試合開始が9時半です。なんで、1時間半もあります。なので、ちょうど待ってる間、多分1時間ぐらいはかけるかなと思います。もちろん1時間ぐらいでは全然書き終わらないんですけど、ちょっとでも進めておくと、後が楽ですよね。で、今は暑くもなく寒くもなく、ちょっとだけ肌寒い感じがありますが、とても気持ちのいい天気です。肌寒いっていうのは、少しだけちょっと寒いかなぐらいな感じですね。すごく寒いっていう感じではありません。そう、風が吹くとね、少しだけ肌寒い感じがあるんですけど、でも後ろからは川の流れている音が聞こえて、で今目の前には桜があるんです。といってもいつもよく見る白っぽい桜ではなくて、なんだかピンクっぽい、そして花がこうコロコロまとまったような桜です。普通の桜の季節は終わったので、やっぱり種類の違う桜なんだと思いますが、とても綺麗です。こんな気持ちのいいところに座って書いていて、今私の幸せ度はかなり高いですね。はい。なんですけど、今日のテーマは、この気持ちのいい天気とはちょっと違うことです。タイトルは、幽霊とお化けです。デルタさんからのリクエストです。デルタさん、いつもコメント、そしてスーパーサンクスもありがとうございます。幽霊とお化けという言葉、皆さん聞いたことありますか？どっちも英語にすると ghost になっちゃう言葉です。だから、どう違うのかっていうことを知りたいのかなと私は思ったんですけれども、そうでしょうかね。はい。で、訳すと同じ言葉になっちゃうけれども、日本語で別々の言葉があるということは、やっぱりちょっと違うんですよね。なので、今日はその違いについてお話ししようと思います。怖い話ではないので、怖い話が苦手な人も安心して聞いてください。私も怖い話は本当に苦手で、絶対に聞かないようにしているので、今回は出てこないです。こういうお化けがいますという紹介ぐらいです。はい。で、幽霊とお化けの違いを説明しようって思ったんですけど、実はですね、どう違うのかなって、私もよく説明できなかったんです。それで、図書館に行ってきました。
もう一つの YouTube のチャンネルで図書館の中の様子がわかる動画があるので、リンクを貼っておきますね。うちから一番近い図書館なんですけど、素敵な図書館なんです。で、図書館には辞書コーナーっていうのがあります。で、辞書は普通だいたい貸してもらえないんです。だから図書館に行ってそこで調べる必要があるんですけど、そこにね、4種類置いてあったので、見比べてきました。見比べるっていうのは見て比べることですね。なんで今から私が言う説明はまあ大体正しいかなって思います。まず幽霊からなんですけど、幽霊の方がお化けより意味が狭いです。幽霊はお化けの一種です。で、もともと生きていた人が死んだ後にこの世に現れる。つまりこの世に出てくるもの。それが幽霊です。この世っていうのは私たちが今生きている世界です。で、この世に対してあの世っていうのがあります。あの世っていうのは死んだ後の世界のことです。死んだ人がこの世に現れるっていうことは何か未練とか恨みがあってそれを伝えたくて出てくると言われています。未練っていうのは諦めきれないことです。例えば前に付き合っていた人のことを別れた後でもまだ好きでその好きっていう気持ちがなくならない。その状態は未練があるということです。またはもし若くして死んでしまったとしたらまだできなかったことがたくさんありますよね。あれもしてみたかった。これもしてみたかった。という状態はこの世に未練があるということです。で、恨みっていうのは何か誰かにされたひどいことが忘れられなくて憎む気持ちのことです。で、幽霊っていうのはそういう未練や恨みを持って出てくるので、それが解消されれば、いなくなるものでもあるわけです。で、幽霊はもともと生きていた人なので、基本的には人の形をしています。見た目は人ってことですね。で、お化けは何なのかっていう話をしますと、お化けを辞書で引いたら、化け物ってすべての辞書に書いてありました。化け物っていうのは漢字で書くと、化けたものと書きます。化けるというのは、あるものが違うものに姿を変えることです。例えば、日本の昔話にはよく、狐とか狸が綺麗な女性に化けたりする話が出てきます。そして人間を騙したり、からかったりします。で、よく狐とか狸が人間に化けるときには、頭の上に葉っぱを1枚乗せます。で、くるっと1回転、横にとかじゃなくて前にですね、くるって1回転します。そうすると人間になってるみたいなイメージがあります。で、それが化けるですね。で、そういうのが化けたものが一応化け物ですね。ただ、化け物っていうと、基本的には、妖怪みたいに、見た目が気持ちが悪いものも化け物です。妖怪って聞いたことありますか？ゲゲゲの鬼太郎って知っている人はいますか？ゲゲゲの鬼太郎は、もともとは漫画で、その後アニメになりました。鬼太郎っていうのは主人公の妖怪の名前です。見た目は男の子みたいなんですけど、妖怪なので人間ではないものです。で、
鬼太郎のお父さんは目玉親父っていう名前なんですけど、名前の通りでっかい目玉の下に体がついている、そういうちょっと気持ちの悪い見た目をしています。で、ゲゲゲの鬼太郎を見てもらえばわかるんですけど、妖怪って結構見た目が気持ち悪いです。あと、基本的になんか悪いことをしたりとか、します。ゲゲゲの鬼太郎はやっぱり怖いので、私は読んだことも見たこともないんですが、この作品が日本に妖怪というものを広めたとも言われています。だから多分その妖怪の話とかも地域ごとにいろんな場所で伝わっていたものはあると思うんです。でもそれがまとめていっぱい出てきたのがゲゲゲの鬼太郎だったのかなと思います。だからその私も漫画もアニメも見たことがないんですけど、ゲゲゲの鬼太郎に出てくる有名な妖怪の名前はやっぱり知っています。ちょっとだけ例を挙げますね。例えばですね、粉木じじいっていうのがいます。粉木じじいは、夜赤ちゃんが道でね、泣いてるんですよ。だから、みんなそんなの心配じゃないですか。それでどうしたのってこう抱っこすると、急にね、重くなって、抱っこした人をその重さでね、潰してしまうんだそうです。で、じじいっていうのは、おじいさんを乱暴な言い方をすると、じじいとなります。で、あと、そのおじいさんの逆、おじいさんのじじいの反対は、おばあさんをばばあっていう言い方があります。で、妖怪に砂かけばばあっていうのがいます。で、これは、砂をね、かけてくるんだそうです。意味がわかんないですよね。なんで砂をかけてくるのか、やっぱり特にね、意味はわからなそうなんですけど、そういう妖怪がいるわけです。で、今挙げた2つは、まあ、ジジイとババアなんで一応人間みたいな見た目をしていますが、妖怪は多分人間みたいに見えない妖怪の方が多いと思います。で、その今、ゲゲゲの鬼太郎に出てくる妖怪ですけど、例えば、塗り壁っていうのがいます。これは壁ってある通り、壁の妖怪なんですね。塗り壁っていうのは、日本の壁、日本式の家の壁であるんですけど、こう、なんて言ったらいいかな、漆喰とか、そういうものを塗った壁が塗り壁です。で、その塗り壁は、こう夜歩いてると、なんか突然ね、前に進めなくなるそうです。でも別に何も見えないんです。でもまるで壁があるかのように前に進めなくなる。それは塗り壁がそういう悪さをしてるからですね。それから、一反木綿という妖怪がいます。これはですね、布ですね。布の妖怪。布って服を作ったりするものですね。で、一反っていうのは大人の着物1枚分の布の大きさです。で、木綿は布の種類です。コットンが木綿です。一反の木綿の妖怪なんですよ。こうなんとなく飛んでるイメージがあります。で、これはその布で人をぐるぐる巻いて息ができないようにするそうです。まあそういうのがね、いっぱいゲゲゲの鬼太郎に出てきて、今言った名前なんかは結構みんな知ってるんじゃないかなと思います。で、あと最近のものとしては、妖怪ウォッチというアニメとか、まあゲームもあったと思うんですけど、ご存知でしょうか？で、アニメは2014年から放送していて、うちの息子たちがちょうど小さかった時なので、好きでね、よく見てました。で、そこにもいろんな妖怪が出てきました。ただ、妖怪ウォッチに出てきた妖怪は、実際に昔から話が伝わっている妖怪ではなくて、新しく作った妖怪です。なんで、妖怪ってそういう
作れる部分もありますね。妖怪ウォッチにコマさんとコマジロっていう犬みたいな妖怪が出てきます。コマは狛犬から来ています。狛犬というのは神社とかに行くと入り口のあたりの右と左に犬というかライオンというかそんな感じの動物みたいな像があります。あれが狛犬です。ただ、犬っていう字を使いますが、狛犬は犬ではないそうです。想像上の生き物だそうです。で、コマさんとコマジロウは狛犬の妖怪なんですが、皆さん、コマさんとコマジロウって名前を聞いてどっちがお兄さんでどっちが弟だかわかりますか？日本語ネイティブの人なら名前でわかります。ジローがついている方が弟です。コマジロウのジローはひらがなですが、ジローを漢字にすると2番目の漢数字の2を使ったジローか次っていう漢字を使ったジローになることが多いです。どっちにしろ2番目の男の子にジローをつけます。では1番目の男の子には何をつけるかというと一郎か太郎です。ゲゲゲの鬼太郎も太郎ってついてますね。彼の場合は他に兄弟はいないみたいです。で、ここからは私の想像ですが、多分最初はコマさんに兄弟がいるかどうか考えてなかったんじゃないかと思います。で、後からコマさんに弟を作ろうってなって、弟ってわかるようにコマジロウって名前にしたんじゃないかなって思います。私の想像ですが。でも多分正しいんじゃないかなっていう気がします。そう。ただ名前の付け方からそういう想像ができるわけです。だからそういうことを知っていると面白いですよね。これから一郎、太郎を見たら一人目の男の子なんだな。次郎を見たら二人目の男の子なんだな。で、なんとか三郎っていう名前を見たら、三人目の男の子なのかなって思うと面白いですね。で、あと、有名な妖怪としては、これは、妖怪ウォッチとか、ゲゲゲの鬼太郎とかとは関係なく、出てるかもしれないんですけど、一般的に有名な妖怪としては、六六首とか、のっぺらぼうがいます。六六首は、首がビヨーンって伸びます。のっぺらぼうは顔がない妖怪です。目の前の人の首が突然伸びたり、振り向いた顔に目とか口とか鼻がなかったら、なんかすごくびっくりしますよね。心臓が止まるぐらい怖いと思います。あと、カッパっていう妖怪もいます。これは川に住んでいる妖怪で、川遊びをしていると川に引きずり込むと言われています。こう引っ張って川の中に入れられてしまうので、溺れて死んでしまいます。お寿司の中にかっぱ巻きっていう種類のものがあります。このお寿司にはきゅうりが入っています。お魚は入っていません。これはカッパがきゅうりが好きって言われてるんで、きゅうりのお寿司がかっぱ巻きと呼ばれています。あと、結構日本のいろんなところにかっぱ寿司っていう回転寿司屋さんがあります。で、昔はここの看板に、カッパの絵が描いてありました。今ももしかしたら書いてあるかもしれません。そう、かっぱ寿司なんでキャラクターが、カッパです。あと他にパッと思いつくのといえば、口裂け女っていうのがいます。これは名前の通り口が裂けている、耳の方まででっかく開いている女の妖怪というかお化けです。で、ただ、これは
調べてみたら昔からいるものじゃなくて1979年に流行ったものだそうです。もう45年ぐらい経ちますが、いつ流行ったっていうのがはっきりわかるぐらい最近なんだなってびっくりしました。で、こういう最近になって流行ったような怖い話のことを都市伝説って言います。で、都市は大都市、あの東京みたいなああいう大きな都市っていう時の都市っていう感じですね。で、伝説っていうのは昔からその土地に伝わるような話ですね。だから、都市伝説っていうのは割と最近になって流行った話っていう意味かなと思います。だからまた今もし何かそういう怖い話が流行って、みんながねえねえ聞いたとかって話してるような怖い話があれば、それは都市伝説です。はい。で、今化け物の一種ということで、妖怪の話をしました。で、お化けっていうのは、この化け物の婦人語っていうふうに、1889年に出た辞書に書いてありました。古いですよね。135年ぐらい前の辞書です。婦人語っていう言葉はあんまりもう聞かないと思うんですけど、婦人って女性のことなので、女性の言葉ということです。で、多分これは、食べるときに使う箸に「お」をつけて、お箸って言ったり、あと、お金とかお花も、あんまり金とか言わないんですね。女性は「お」をつけることが多いです。男性もつける人も多いんじゃないかと思うんですけど。で、このお化けの「お」っていうのも、丁寧な言葉にする「お」だったっていうことだと思います。で、ネットで見るとお化けっていうのは、化け物の幼児語って書いてあったりもしました。幼児語っていうと、例えば手ですね。手で何か食べたりします。食べたりっていうか持ったりしますが、手は幼児語だとおててですね。で、目はおめめって言います。あと、足はあんよ。靴はクックとか、そういう呼び方をします。あと、例えば車をブーブーとか言ったりもするんですね。ブーブーっていうのは車がブーブーって走るから、そこから来てます。で、じゃあお化けが幼児語っていうのもあったんですけど、どっちにしろそのお化けの「お」は多分丁寧な言葉を作る「お」だと思います。で、そして今はもうお化けという言葉を大人も子供も男性も女性もみんな使うので、特にそれが幼児語とか、女性の言葉とかいうふうには多分、みんな思ってないと思います。で、その本を4冊読み比べた中に、その古い方の辞書じゃないものの一つに、お化けの意味として、化け物の親しみを込めた呼び方というのも載っていました。で、それで思い出したのが、お化けの Q 太郎っていうアニメです。で、元はこれも漫画なんですけど、私は子供の頃、このお化けの Q 太郎を見てました。このお化けの Q 太郎も多分お兄ちゃん、妹のね、お化けも確かいたので、お兄ちゃんだから一人目の男の子なんで、太郎がついてますね。Q 太郎。で、Q 太郎は、Q ちゃんって呼ばれてるんですね。で、見た目が白い布をかぶっているような感じです。で、ただ、不思議なことにその布の上に目とか口とかがついてるんです。で、それがね、大きいんですよ。で、あと足もあります。で、普通の人の家に、お化けの Q ちゃんが住み着いて、住み出してですね。で、なんかいろいろ失敗とかをね、したりして、面白いアニメなんです。ちょっとね、内容は本当にはっきり覚えてないんけど、
キューちゃんだけはよく覚えてますね。主人公の男の子の名前も忘れちゃいました。そう、例えば、ドラえもん、これね、ドラえもんを描いた人と同じ人が描いたんです。だから、見た目もあんな感じで可愛いんですね。で、ドラえもんがのび太のお家に、住んでいたように、キューちゃんもなんとかって男の子の家に住んでるんですよ。ちょうどのび太と同じくらいの多分小学校5年生か6年生ぐらいの男の子のお家なんですけど、名前を忘れちゃいましたね。うん。で、とにかく、キューちゃんはですね、親しみのある、可愛いっていうほど可愛くはないんですけど、あの、うちにもいたらいいなって思う感じのお化けです。キューちゃんはどう考えても化け物とは言えないですね。お化けです。で、でもそう言ってて思ったんですけど、もしかしたら私とかはそういうお化けの九太郎とかを見てたから、お化けって言ったらキューちゃんって思うように、逆にそのキューちゃんがお化けという言葉の印象を変えたという可能性もありますね。可愛いお化けもいるみたいな感じにですね。はい。ではじゃあここまででまとめてみますと、幽霊が実際に生きていた人が死んだ後、恨みなどがあって出てくるもの。で、お化けは幽霊も含んだそれ以外のもの全部という感じです。で、妖怪もお化けの一種です。で、皆さん柳の木って知ってますか？幽霊はよくその柳の下にいるっていうね、絵がね、描かれていたりします。で、柳っていうのは枝が垂れ下がってるような木なんです。皆さん見たことありますかね？今日のポッドキャストの背景は、柳の動画なので見てみてください。で、柳って水分が多い場所が好きらしくって、よく川の土手とかお堀とかに植えられています。お堀っていうのは昔のお城の周りに一周掘って水を入れて川みたいのを作って、敵が入ってこれないようにしたんですけど、その水が入っている場所をお堀って言います。皇居ありますよね、東京にね。で、皇居の周りには、お堀があります。で、そこには柳の木が植えられています。で、さっきも言ったように、そういう川の土手とか、そういう水辺には、水の近くには柳の木が植えられていることはよくあるんですけど、庭に植える人はあまりいません。柳の木は、庭に植えると、病人が出る、病気の人ですね、が出るって言われたりもします。もちろんね、迷信なんですけど、迷信でもちょっと嫌じゃないですか。迷信っていうのは本当のことじゃないけど言い伝えられてきたような、例えば黒猫がなんか悪い運を運んでくるとかね、そういうことですよね。うち黒猫飼ってるけど、もう黒猫は可愛くってしょうがないので、もう黒猫が悪いとかいうのはあれはとんでもない迷信だなと思うんですけど、そう、柳の木を植えると良くないっていう迷信があります。で、あとやっぱり柳イコール幽霊っていうイメージを持っている人もやっぱり多いと思うんですよね。だから夜庭を見てね、柳の枝が風に揺れてたらちょっとね、ゾッとしそうです。で、ゾッとするっていうのは、怖かった時とかに震えそうな感じでゾクゾクってする時の感じです。それがね、ゾッとするです。怖い時にはゾーッとします。で、そういう柳をわざわざ庭に植えてゾッとしたくないので、私は庭には柳は植えたくないですね。あと、お墓のそばに住むのも私は怖いです。日本って結構住宅街
家がいっぱい建ってるところの中にお墓がこう突然あったりします。お墓だけが突然あるわけじゃなくて、お寺があるんです。で、お寺がコンビニの数より多いって言われてるんですけど、そのお寺はお墓を持っています。だから、お寺のある場所にはお墓もあるんですよね。日本の場合は今、火葬って言って、亡くなった後火で焼きます。で、お墓にはその灰を入れたものをこう収めて置いてあります。だからその場にこう亡くなった方のその遺体、亡くなった方の体のことを遺体って言います。で、その遺体があるわけじゃないんですけど、やっぱりそのお墓って夜見るのはちょっと怖いですね。見てはいけないものが見えてしまいそうな気がしてしまいます。で、特に牛蜜時と言われる時間帯が一番怖い時間帯です。牛蜜時っていうのは昔の時間の表し方で、今の時間で言うと午前2時から2時半の間です。で、この時間は草木も眠る牛蜜時と言われて、人間だけじゃなくて草も木も眠っていて幽霊が出やすい時間と言われています。もちろん迷信ですよ。でも私は怖がりなので、その時間に起きていたくないです。最近は眠くてすぐ寝ちゃうので、起きていられないので大丈夫なんですが、一番嫌いな時間帯はその草木も眠る牛蜜時です。で、その時間にたまたま目が覚めて時計とか見て、牛蜜時だったら、やだな、早く寝ようって思います。またすぐね、寝ちゃうんですけどね。で、私は怖い話が苦手で、見たり聞いたりしないようにしているんですけど、一回だけそれらしいことを経験したことがあります。今、中学生の一番下の息子が3歳か4歳だった時のことです。その日の夜、真ん中のこの保育園の友達が2人泊まったんです。その真ん中の子が多分6歳とかですね。で、うちの子は3人いるんで、その日は子供が5人いたことになります。夫はその日は夜東京だったのでいませんでした。で、子供たちが2階の部屋で寝た後、私は1階の夫の部屋のソファーで横になって、多分スマホを見たりしてダラダラしていました。多分12時とかもっと過ぎてたかもしれないです。そしたら2階から子供が降りてくる足音がしたんです。大人が普通に階段降りてくるこういうトン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 っていう足音じゃなくて、小さい子が一段ずつ降りてくるトン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 っていう足音だったんですね。小さい子は足の長さが足りないとかバランス崩しやすいから、こう一つの段で、右足左足を揃えてから次の段に行く、そういう降り方だったんです。で、その足音は階段降りてすぐその夫の部屋のドアがあるんですね。で、その部屋の前で足音が止まったように思ったんです。だから私は一番下の子が目が覚めて階段降りてきたんだと思って、まーちゃんどうしたのって聞いたんですね。でも誰も部屋に入ってこないんで、起きてドアを開けたんです。そしたら誰もいなかったんです。もうね、ゾッとしました。で、慌てて2階に行って子供の数を数えました。そしたら5人いてみんな寝てました。でも私も本当に怖くって起きていられなくて、すぐみんなと寝ました。うちはその時布団だったんです。
布団ってベッドと違って、畳の上にね、こう直接敷くんですね。なので、部屋中に布団を敷いておけば、こうみんなで寝られるんです。だから私もそのみんなの横で、怖いって思いながら、子供にくっついて寝ました。で、次の日、帰ってきた夫にその話をしたら、俺も経験あるって夫が言ったんですよ。それで私またゾッとしてしまいました。子供の足音がするときって、座敷わらしという妖怪がいるって言われたりします。座敷わらしっていうのも、これもみんながよく知っている、一般的によく知られている妖怪というかお化けというか、そういう存在です。座敷っていうのは畳の部屋のことで、わらしっていうのは子供の昔の言い方です。で、座敷わらしは3、4歳ぐらいの感じらしいんですが、その姿はね、見えないんです。でも、そういう足音がしたり、遊ぶ声が聞こえたりするそうです。で、新しく建てたようなお家にはいなくって、日本風のこう古い感じの家にいるものです。で、うちはその時多分建てて40年ぐらい、今もうそろそろ50年になるんで。だから、まあどっちかっていうと古い家の方ですね。で、ただですね、座敷わらしっていいものなんです。座敷わらしがいるうちは、こう、なんというかお金持ちになったり、幸せになったりするっていうふうに言われています。だからね、いいことなんですけど、やっぱりなんかちょっとね、ゾーッとしてしまいました。で、ただやっぱりこう、科学的に考えてみれば、多分あの足音は、隣の家の人の階段を降りる音が、まあ変な感じに伝わって、うちの階段を降りているような音に聞こえたんだとは思うんです。ただね、それだったらそれで、なんかちょっと、座敷わらしじゃないのかっていう気もちょっとしちゃいますね。怖いけど座敷わらしはいいものなんでね。で、その後うち猫を飼い始めました。あの、野良猫がいたんです。野良猫っていうのはその辺をうろうろしている、飼われていない猫のことなんです。で、割と日本は地域によっては野良猫がいたりします。で、この辺、一時期野良猫がいたんですね。で、ある時、まだ小さい、多分生まれて4ヶ月ぐらいの子猫が、子猫って言っても、まあ割と大きかったんですけど、うちの夫にくっついて、後についてうちに来たんです。なのでそのままうちの子にしました。で、その後、1年後ぐらいに別の猫を拾いました。ちょうど5月ぐらいの暑い日に、うちから2分ぐらいのところを歩いていたら、猫の鳴き声がしたんです。で、見てみたら、畑に黒い猫が1匹いて鳴いていました。で、ちょうど夫と、お昼にお寿司でも食べようかって、お寿司屋さんに歩いて行ってるとこだったんですね。でも、猫を拾ったので、お寿司はなしになりました。で、病院に連れて行って、そしたらとっても親切な動物病院で、ミルクを飲ませる哺乳瓶と粉ミルクをくれました。そう、黒い猫をクロちゃんって名前にしたんですけど、すっごく小さかったんです。確かね、200グラムとか、それぐらいしかなかったです。でも手のひらに乗るサイズで、服のポケットにも入っちゃいそうなぐらいの大きさでした。多分生まれてから2週間ぐらいだったのかもしれません。で、それが今無事にその黒い猫も大きくなっているんですけど、その最初に飼った猫とこの黒い猫の2匹がうちの中で暴れ回っているので、夜物音がしても
座敷わらしって思わなくなりました。あ、猫ねって思います。だから本当に夜変な音がしても、私は怖がりなんで、前はやだ、お化けだったらどうしようって、いないって思ってますけど、怖かったんです。でも今は全く怖くなくなりました。あ、そういえばですね、すねこすりっていう妖怪がいます。すねっていうのは、足の膝の下のまっすぐな部分です。何かにぶっつけるとすっごく痛いところです。で、そのすねこすりっていうのは、こう足の間、そのすねのあたりとかをこうスルーって通っていって、人を転ばせたりする妖怪です。で、猫とか犬みたいな毛のあるものとして描かれることが多いようです。で、うちの黒い方の猫は、こう私の足のそばをこう、さーって通っていったりするんですね。本当に転びそうになります。だから、我が家には生きているすねこすりがいるのかもしれません。はい。ということで、今日はお化けと幽霊、そして妖怪についてお話ししましたが、いかがでしたか？なんとなく違いはわかりましたか？幽霊はもともと生きていた人が死んだ後現れたもの。妖怪は日本に昔からいるような見た目がちょっと気持ち悪いもの。お化けは幽霊も妖怪も含んだ、そういうもの全部という感じです。ということで、最後まで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。また、高評価をしたり、友達にシェアしてくださった皆さん、ありがとうございます。皆さんが聞いてくださるので楽しく続けられています。最後に一つ宣伝をして終わりにします。皆さんは日本語を話すときに発音に自信を持ててますか？怖い、かわいい。この辺の違いは大丈夫でしょうか？もしもう少し詳しく知りたいなという方のために、私はサブスクコースで日本語の発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションなどを教えています。英語で教えるコースなので、小さいつの音や伸ばす音とか、ピッチアクセントとか、特に英語母語話者の苦手とするものを多く扱っています。勉強になると思います。で、それだけじゃなくて、会員になってもらうと、毎月発音チャレンジというものに参加できます。文を読んでもらって、ここをこうするともっといいですよっていうアドバイスをします。なので、よかったらぜひチェックしてみてください。はい、では今日も、ここまで聞いてくれてありがとうございました。皆さん良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。